ガンダム00スカイをベースにカスタムビルドされた00スカイメビウス。アームドウィングバインダーを備え、エース機として絶対的な存在感を示すガンプラがハイグレードとなって登場。今宵はこのガンプラをクラフティング。どうもこんにちは、クラフタです。今回ご紹介するキットはこちらになります。はい、ガンダムビルドダイバーズリライズよりハイグレードガンダム00スカイメビウスです。じゃあ早速箱を開けていきましょう。ハイグレードにしては箱が大きめ。中はこう。ランナーは結構入ってますね。1、2、3、4、5、6。そして説明書。はい、パーツを机の上に並べてみました。クリアパーツが多いですが、これはほとんど使いません。00ガンダムのランナーですね。余剰パーツもめちゃめちゃあります。メビウス専用のクリアパーツ。もう一つクリアパーツ。ビームサーベル。クリアエフェクトパーツ。ラメが入っててキラッキラしてますね。ホイールシールが1枚。では早速作っていきましょう。まずはパーツをランナーから切り離していきます。使うのはタミヤさんの先細薄刃ニッパー。カラフルなランナーですが A ランナーではなく B ランナーです。パーツの切り出し完了です。続いてゲート跡を2度切りしていきましょう。使うのはアルティメットニッパー。やっぱりこのニッパー切れ味最高ですね。ゲートがぬるぬるカットできます。このキットランナーがほとんど00ガンダムと共用なのでかなり余剰パーツがあるんですよね。足先のパーツなんかこんな感じで3つもあるんです。アンテナも2つありますんでお好きな方を選べます。今回は余剰パーツの細いこちらの方を使っていきたいと思います。このエフェクトパーツ見てください。もうラメがキラキラなんですよね。しかも多分蛍光塗料が入ってるんで、この UV ライトを当てるとこのようにめちゃくちゃ光ります。これは完成後のポージングが楽しみですね。ゲートの2度切り完了です。ランナーくずが散らかってますんでね、こんな時はこのハンディクリーナー、これで掃除しましょう。1ヶ月ぶりの登場となります。サクッと仮組みしてみました。いかがでしょう。かっこいいですね。もう塗らなくてもいいんじゃないかなと思うぐらいかっこいいです。このキットは武器類も豊富です。メビウスの専用武器だけでなく余剰パーツのランナーに00スカイの武器も入ってるんですね。これなんかもそうだと思います。あとこちらのソード。00スカイの武器類は保管して他のキットに流用したいと思います。近くで見てもいいですね。イケメンです。じゃあ分解しつつ加工を施していきましょう。まずはディテールが寂しいところに筋彫りを入れていきます。筋彫り用のガイドテープを出して貼り付けて、まずはカットします。これを任意の長さに切り出してパーツに貼り付けます。足のウイングっぽくなってるパーツにラインを入れましょう。そして 1mm の BMC タガネで筋彫りを追加。いつものことですが手がカッサカサのパッキパキです。ある程度彫ったらガイドテープを外して再度深めに彫り直します。こんな感じでいろんなところにガイドテープを貼って筋彫りを追加。結構いろんなパーツに貼ってみました。足のふくらはぎなんかもちょっと寂しいですよね。ここも筋彫りを追加していきます。ヤスリ掛けしていきましょう。こちらプレートに貼った紙ヤスリです。400、600、800番。こちらが紙ヤス400、600、800、1000まで。細かいところや平面や曲線いろんな箇所で活躍します。そしてこちらがマジックヤスリ400、600、800番。こちらは角が落ちやすいんで曲線部分に使うといいですね。先ほどの足のパーツです。ちょっとアップにしてみましょう。はい、わかりますでしょうか。こんな感じでゲート跡もあるしパーティングラインもがっつり入ってるんですね。こういうのはもうしっかり消していかないといけません。紙ヤスリを貼り付けたプレートでヤスるとこんな感じで非常に平面を保ちながらヤスリ掛けすることができます。こんな感じでゲート跡もパーティングラインも消えましたね。ついでにこちらのドリルビットを使ってリベットモールドも追加しましょう。ドリルは 0.6mm 系を使っています。あんまり穴が大きいとやぼったくなりますからね。
はい、こんな感じにしときましょう。関節部分って塗装した後に擦れて塗装が剥げることが多いですよね。なのでちょっとこの辺は考えつつ、あらかじめやすってスペースを確保しておけば塗装が剥げることも少なくなると思います。こちら膝関節のフレーム、関節というのはだいたいパーティングラインが入るんですよね。こんな感じでこれは全部消していきます。一面一面丁寧にヤスリがけ、これで出来上がりのクオリティがめっちゃ変わりますからね。ガンプラの神は関節に宿る。細かい番手で整えます。曲線のパーツはマジックヤスリが非常に使いやすいです。各所にラインモールドを入れていきましょう。ラインモールドって呼び方が正しいかどうかは分かりませんが、とにかくマイナスドライバーみたいなモールドですね。タガネやスピンブレードなどでこのようにえぐり取ります。えぐるべし。その後太めのタガネでこのように整えます。完成です。ブラシで粉を落としましょう。こちらは顔のパーツ、アンテナ部分が安全対策のためにフラッグみたいになってますよね。ここはシャープ化しましょう。ニッパーで切ってるとこですが、フレームアウトしてるしボケてるし、本当にすいません。はい、できました。かなり尖りましたね。表面処理が終わったパーツは一回洗浄します。袋を振ってますが何の意味もありません。もう全パーツ一気に入れちゃいます。小さいパーツをなくさないようにね。これをこうしてこうしてこうして、そしてこうじゃ。このキット、肉抜き穴のあるパーツがいっぱいあります。埋めなければ別に大変ではないんですが、埋めるとなったら大変です。こんな感じで結構細かいパーツにもちょこちょこあるんですよね。こことか。穴埋めにはポリエステルパテを使いましょう。1液目を出して2液目をその上に乗せます。全然出ないなこれ。では出すぎたわ。めっちゃ出すぎたわ。同じ長さにします。混ぜていきます。めっちゃ楽しい。こんな感じの色になったら完成です。爪楊枝など細いものを使って穴を埋めていきましょう。これが結構難しいんですよね。埋めるのが。この細い箇所を埋めるのがちょっと大変でしたね。どうやら2液目を入れすぎたらしい。10分ぐらいで固まってきちゃいました。こんな感じで適切な分量で混ぜないとダメですね。穴埋めが完了したので1時間ぐらい寝かせておきます。このパーツも穴が開いてますが、ここはプラ板で塞ぎましょう。まずは定規で寸法を測ってプラ板をカットします。パーツに乗っけて辛い位置になるように微調整。はい、出た。ミスターセメントスーパーパワー。片手だとキャップが開けれない。誰かキャップを開けて。パーツに流し込みます。こんな感じで塞ぎました。おお、なかなかいい感じですね。ダブルオースカイメビウスの特徴的なパーツ、こちらは肩のフロントアーマーですね。この裏側もプラ板で塞ぎました。特殊な形をしてるんで貼るのがめちゃくちゃ難しかったです。手と足の外装パーツですが、こんな感じで取り付け穴が開いてるんですよね。この蓋を作ろうかなと思ってこんな感じのカバーを作ったんですが、逆にダサくなりそうだったので使うのはやめました。首のポリキャップです。この手のポリキャップってちょっと首が短くなりがちですよね。なのでこんな感じでカットして延長したいと思います。このようにプラ板を巻きつける。こんな感じで四方を取り囲みました。上から蓋をして 1.5 ミリほど首を延長。はみ出たプラ板はカットします。ヤスリで整えました。ポリキャップの切り取った先端部分にドリルで穴を開けます。真鍮線をぶっ刺して適度な長さでカット。土台の方にも中心に穴を開けて合体させます。これで首の延長完成。先ほどパテ埋めしたパーツが1時間ほど経ったので粗削りしたいと思います。デザインナイフではみ出たところを削っていく。柔らかいうちにすると簡単ですよね。カチカチに固まってしまうと全然削れないですから。こちら背中のパーツ分かりますでしょうか。首の後ろの子ですね。ここに穴が開いています。これをこちらのラジエートフィンというパーツでディテールアップします。ゴリゴリに削ってパーツのサイズを合わせました。
これをここにはめてみる。お、ぴったり。削ってるから当たり前か。まずはフレームから塗装します。メカサフスーパーヘビー。ふわーっと塗っていく。完成。外装パーツを白サフで塗装。完成。プラチップをつけるのを忘れてました。1.5 ミリぐらいのサイズでちっちゃく切り出します。このようなラインモールドに埋めていきます。チップをはめて流し込み系接着剤で接着。塗装の続きです。青いパーツはエアスペリオリティブルーで塗装します。名前めっちゃかっこいいな。はい、塗ってみました。うわ、カメラ越しで見るとめっちゃ薄っ。もう一個塗ってみましょう。色薄っ。赤いパーツはガンダムカラー4ビルダーズのレッド。イエローはキアライエロー。クリアパーツは GX メタルグリーンで塗装しました。1回目の塗装が終わったのでマスキングして塗り分けしていきたいと思います。まずはマスキングテープをこのように短冊状にカット。塗り分けの境界線に沿ってマスキングテープを貼っていきます。マスキングした箇所はこちらのエアクラフティンググレーで塗っていきましょう。塗り終えたんでマスキングを剥いでいきます。さあどうでしょうか。 OK です。曲線部分はどうでしょう。これも良さそうですね。墨入れしていきましょう。タミヤさんの墨入れ塗料ダークグレーを使います。しっかり振って塗料を攪拌させましょう。ちなみにこれ蓋が半開きだとえらいことになります。あとはもう川の流れに身を任せるかのように墨を流し込んでいきます。これはツインアイのパーツですね。下に塗料を塗ってその上からエナメルブラックで全体を塗っています。目の部分だけエナメル溶剤で塗料を落とします。はい、こんな感じですね。なかなかいいかも。こちらのエナメル塗料のオレンジで各所にはめたプラチップを塗装します。はみ出しても溶剤で拭き取れるので安心です。部分塗装していきましょう。いつものやつ、フォーアーティストマーカーのシルバー。使い捨てパレットにちょっとだけ出します。使い捨てのパレットはほんと便利ですよね。片付けが簡単だ。塗っていきます。こういった面積が広い箇所はもうちょっと太い筆で塗った方が楽ちんですね。細い筆だとこの動画のようにかなり塗るのに時間がかかってしまいます。前回の動画でも使用したラピーテープ、めちゃめちゃ気に入ったんで今回も使っていきます。まずは切り取ったラピーテープをこんな感じでセンサー部分に貼り付けて、こちらの UV ジェルクリアーで表面をコーティング。パレットにちょっとだけ出してセンサー部分に塗っていきます。マスターグレードでも大変だったけどハイグレードとなるとかなり大変です。もうドッキドキですよこれ。なんとかうまく塗れるのか。いや、なんとかなりましたね。ついでにこの肩アーマーの GN ドライブみたいなやつにも塗ってみました。このショルダーアーマーこんな感じで羽みたいなのがついてるんですけど、これがちょっと干渉しちゃうんですよね。なのでこの部分スペースを削り取ります。これはでも塗装前にやっておくべきでした。仕上げにデカールを貼り付けます。切り取って水につけて貼り付ける場所にはこのマークセッターを塗布します。デカールを貼って一応微調整、水分を拭き取ります。たまにデカールの貼り方についてコメントをいただくことがあるんですが、このように1枚だけ貼るのではなく 2,3 枚固めて貼ると見栄えがぐんと良くなります。その分たくさん貼ることになるので大変ですけどね。例えばこんな感じです。はい、ということで00スカイメビウス完成しました。最近のハイグレードシリーズはパーツが多いんですよね。マスターグレードとあまり労力は変わらないんじゃないでしょうか。パーツを見ていきましょう。足はこんな感じです。パッと見ただけでこやつはもうヒーローの足をしてますよね。膝関節のギミックがなかなか秀逸です。このようにアーマーが内側に入り込んでいきます。結構曲がりますね。そしてこちらが腕のパーツ。一応二重関節なんですがあまり曲がりません。これぐらいですね。おお、ちょっと塗料が剥げちゃってきてる。ここの関節部分はグレーに塗りました。これをやると腕をはめた時にぐっと見栄えが良くなります。武装も豊富です。2丁のビームライフル、そして2本のアームドウィングバインダー。
こちらビームライフルと連結させることも可能。胴体です。ビルドダイバーズシリーズだけあって結構シンプルな作りになってます。そしてこちらが頭部、アンテナは白にしました。ツインアイには蛍光塗料を塗っているので UV ライトを当てるとこのように光ります。ビコーン。こちらは肩に装着するスラスターユニットです。フリーダムガンダムとストライクフリーダムガンダムの装備から着想を得た複合装備です。説明書を棒読みしてみました。この装備は迫力ありますよね。このアーマー部分がこのように稼働したり前後に動いたり可動域が良好です。では早速組み立てていきましょう。基本的に各関節はポリキャップ仕様になっているので組み立ては簡単です。傷を入れないように慎重にはめ込んでいきます。背面にバインダーを装着してショルダーアーマーを前にかぶせます。こんな感じ。重心部分を取り付けます。この部分もポリキャップです。ちなみに重心はこのように前後にスライドします。そして最後に頭部を取り付ければなかなか刺さらない、はい、ダブルオースカイメビウスの完成です。クラフタチャンネルハイグレードガンダムダブルオースカイメビウスの完成です。全体的に淡い色合いで作ってみました。アップで見るとこんな感じ。蛍光塗料でツインアイを光らせるのが最近のお気に入りです。このキットにはいろんなギミックがあるので説明していきましょう。まずは背面のアームドウィングバインダーを稼働させてこんな感じに銃口を前に持ってくることができます。これが射撃主体のモード、ハイマットフルバーストです。続いてスピード重視のモードにしてみましょう。まずは前面のアーマーをこのように回転させます。肩のユニットをちょっと後ろに倒してアームドウィングバインダーを下に下げます。こんな感じ。ちょっと背中の接続穴が見えちゃうのが難点ですね。さらにフロントスカートのアーマーを取り外してビームサーベルに取り付けます。これがラッシュポジションです。推進装置と機体の重心を下げることによって動作起点のスピードが向上しパワーこそ低下するがしなやかで素早い軌道が可能となるラッシュポジションは本機でも健在。近接時の連撃や回避主体のバトルスタイルに優れるだそうです。背面のウイングバインダーは取り外しが可能。しかもいろんな武器に変形します。まずはウイング部分を回転させて羽を閉じます。こんな感じですね。これをさらにビームライフルに取り付けます。この部分をカチッと差し込む。かなり引きで取らないと収まりきらない巨大なビームライフルになりました。迫力満点ですね。そしてさらにブレードタイプの武器にもなります。まずはグリップを外して付け替えて持ち手にします。さらにクリアパーツのブレードをつけて完成です。こんな感じの武器になります。さらにこのエフェクトパーツも取り付けてみましょう。メビウスドライブユニットから発生される光の翼が再現できます。ちょっと大きめの UV ライトで光らせてるんですが結構光りますよね。肉眼ではめちゃめちゃ綺麗に光ってるんですけどちょっと動画ではなかなかこの美しさが伝わらない。はい、というわけで今回はガンダムビルドダイバーズリライズよりハイグレードガンダムダブルオースカイメビウスをディテールアップ全塗装してみました。最近高額なキットがちょっと多いので2000円ぐらいで買えるハイグレード嬉しいですよね。しかもなかなかのボリュームですし武装も充実してます。もちろんスタイルもご覧の通り美しいイケメンガンダムとなっております。ちょっとガンプラでも作ってみようかなって感じで気軽に取り組めるガンプラなのでホビーショップなどで見かけた際はぜひ購入してみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄に載せておきますのでよろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。